今回は設計図呪文について、歴代の様々なカードを厳選してみました。一部の呪文が持つ設計図という名前、その効果はどれも強力で環境を揺るがすものでした。今回はそんな設計図呪文についてまとめていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。未来設計図。まず最初に紹介するのは未来設計図です。コスト2の自然の呪文で、シールドトリガー、山札の上から6枚を見てその中からクリーチャーを1体、自分の手札に加える効果を持っています。こちらは設計図呪文の中でも汎用性が高く、自然文明が入るデッキなら適当に入れておいても、最低限の仕事はしてくれる優れものになっています。また、設計図呪文で唯一カードを、1枚しか手札に加えられないカードです。つまりここから先紹介するカードたちは、すべて2枚以上カードを手札に加えることができます。というより、設計図呪文が特定のカードを複数枚引くカードなので、この未来設計図が他と比べて特殊という現状です。進化設計図。続いて紹介するのは進化設計図。こちらは現役でもバリバリに活躍しているカードです。2コストの自然文明の呪文で、シールドトリガー持ち、ここまでは未来設計図と同じです。そしてその効果ですが、非常に豪快なものとなっています。山札の上から6枚を見て、その中の進化クリーチャーをすべて、手札に加えることができます。このカードを採用しているデッキは赤緑アポロヌス。アポロヌスドラゲリオンの効果を最大限利用したカードで、その性質上進化クリーチャーを大量に抱える必要があります。ですが、この進化設計図を使えばそういった問題も解決します。運が良ければ最大で6枚ドロー、悪くても2、3枚は手札が増える。そんな強力な出力を実現するのがこの進化設計図です。ちなみに今でこそアポロヌスデッキで使用される程度ですが、過去には JO 大化と呼ばれる過去最強クラスのデッキで、手札補充要員として活躍を見せました。このデッキは進化クリーチャーを駆使して戦うデッキですが、なぜか初動ですら進化クリーチャーであり、かつ進化元がなくても場に出すことができるという性質から、このデッキの進化設計図は他のデッキのそれよりも、大幅に活躍しやすいカードとなっていました。巨大設計図。同じく元環境カードの巨大設計図を紹介します。2コストの自然文明ですが、シールドトリガーではありません。効果ですが、自分の山札の上から4枚を見て、その中からコスト7以上のカードをすべて手札に加えます。こう聞くと先ほどの進化設計図の6枚と比べて出力が低く見えます。ですが、このカードはとあるカードの登場により、一気に日の目を見ることとなります。その新カードこそがツインパクト版巨大設計図です。このカードの登場により、巨大設計図の最大の弱点であった、巨大設計図から巨大設計図が回収できない問題が解決されました。これにより、巨大設計図を連打することで手札を増やし、その増やした手札を利用するデッキが誕生しました。そのデッキこそがグルメ墓地ソースです。グルメジャイアントというカードは8コストと重い代わりに、手札かマナを墓地に置けばその数だけコストが下がります。これを利用して一気に墓地を肥やすことで、墓地利用系のデッキの出力を上げることができます。また、グルメジャイアントの重いコストを利用して、不思議バースを使ったコンボなども行えるため、対応力と出力の両方が高いデッキとして活躍を見せました。ちなみに現在ではツインパクト版巨大設計図と、グルメジャイアントが殿堂入りカードに指定されているため、このコンボを再現することは現状不可能になっています。とはいえ、根本的に不可能になったわけではないので、新カードとの兼ね合いなどで復活する可能性も十分にあります。覚えておくと良いでしょう。純白設計図。次に紹介するのは純白設計図。2コスト自然文明、シールドトリガーはなし、山札の上から5枚をめくってその中からバニラカード、つまり能力が何も書かれていないクリーチャーをすべて回収できます。能力が書いていないカードを回収してどうするのと多くの人は思われたかと思いますが、デュエルマスターズの長い歴史の中には能力のないカードを特性として利用するカードもあるのです。代表的な例をいくつか挙げると、まずはアクアティーチャー。能力のないカードを場に出すと1枚ドローできるカードです。このカードが場にあると能力のないカードを場に出すことで、手札を減らさずに展開できるため便利です。そしてもう1枚は祭りだわっしょい。こちらは能力のない3コスト以上のカードのコストを2下げます。こうすることで少ないコストで大量に展開することができます。最終的には大量に展開したクリーチャーで一斉攻撃を仕掛け、順当に勝利を目指すカードです。デッキ全体の値段も安い上、複雑な効果を覚える必要もないため、初心者におすすめできるデッキとなっています。
ゲットワイルド。次に紹介するのはゲットワイルド。こちらは自然文明ですが、3コストのカードになっています。効果ですが、山札の上から3枚をめくり、コストの異なるカードをすべて手札に加えることができます。一見するとコスト3で最大3枚ドローできるため強力に見えますが、実は今のインフレしたデュエルマスターズでは、この程度のスペックでは到底追いつかないのです。その最たる原因が、ザ・トリプル3です。こちらのカードは火と水と光が必要と、色の要求値がなかなかに高いカードとなっていますが、わずか3コストにして3枚ドローできるという優れものです。しかも、ドロー効果だけでなく、相手のクリーチャーを3体タップする効果や、次に出すクリーチャーのコストを3下げてスピードアタッカーにする効果など、合計で3つの効果を自分が好きなように選んで使うことができます。このカードと比べてしまうと、どうしてもゲットワイルドは、運要素が絡むという点で劣ってしまいます。また、1コスト重くはなってしまうのですが、元プレミアム電動カードのサイバーブレイン。こちらは4コストの水の呪文で、効果は3ドロー。一見すると先ほどのザトリプル3に負けているように見えて、こちらはシールドトリガーを持っているので、そこで差別化を図ることもできます。まあ、ゲットワイルドはシールドトリガーすらないんですが、聖楼設計図。続いて紹介するのは聖楼設計図。こちらは水と自然の3コストの呪文でシールドトリガー持ち、効果ですが、山札の上から4枚を見て、クリーチャーとクリーチャー以外を回収できます。ちなみにこのクリーチャー以外のカードですが、ツインパクトカードを呪文として回収することはできません。ツインパクトカードはクリーチャーでも呪文でもあるので、クリーチャーではないカードに当てはまらないからです。さてそう聞くと少し弱そうに思えてしまいます。実際、水の3コストにはエナジーライトといって、カードを2枚引くことができるカードが存在します。こちらのカードは現在ではガードストライクを持った、エナジーリライトも登場しています。そのためこのカードは多色という点で劣っているように見えます。しかしドローするカードの質という視点で見てみると、このカードは4枚の中から2枚を選べるので、よりその状況に合ったカードを手札に加えられます。そのため、一概にどちらが強いか決め切ることはできません。今は合うデッキがないため採用されていませんが、今後に期待できるカードではあります。デコボコ設計図。続いて紹介するのはデコボコ設計図。こちらのカードは4コストと少し重いですが、ガードストライクを持っているため受け札にもできます。そのため、少しコストが重くても採用する価値はあります。さてそんなデコボコ設計図ですが、山札の上から4枚を見てその中から、パワー6000以上のクリーチャーと、パワー5000以下のクリーチャーをそれぞれ1枚ずつ、手札に加えることができます。こちらのカードはツインパクトカードを加えることが可能です。こちらのカードも競合相手として、ザ・トリプル3やサイバーブレインといったカードが立ちはだかります。が、こちらのカードは聖楼設計図のように、手札に加えるカードの質の差で決定的な違いを生み出せます。手札が多く必要な時はサイバーブレイン等、手札の質が重要な時はデコボコ設計図、というように使い分けていくのが大事になります。ノーレスト・フォー・アウトレイジ。最後に紹介するのはノーレスト・フォー・アウトレイジです。こちらは最近のデュエキングマックス2022で登場したカードで、コスト2の無色の呪文になっています。効果ですが、山札の上から5枚を見て、その中からエグザイルクリーチャーを任意の数手札に加えます。エグザイルクリーチャーというのは、エピソード3にて登場した、主にドロン号効果を持つ一部のアウトレイジの総称です。ドロン号という能力は、自分のクリーチャーが破壊された際、特定の条件を満たすクリーチャーを出すことができる能力です。手札から出すという都合上手札が多くないといけないのですが、その問題をこのノーレスト・フォー・アウトレイジはやや強引に解決しています。エグザイルクリーチャーは5文明すべてに存在して、それぞれに対応したカードが必要になっていますが、このノーレスト・フォー・アウトレイジは無色のため、極論どのデッキにも採用できます。そのため、既存のデッキにこのカードを採用するだけで、大幅に安定性と出力を上げることができるのです。また、ドロン号は破壊されても同盟カードが手札にあれば、それを展開して実質的な破壊耐性を付与することができます。この使い方にも手札が大量に必要になってくるので、そういった面の弱点を解決できる無法設計図は、ドロン号デッキにおいて非常に強力なカードとなっています。まあ、そもそもドロン号という効果が、手札の消費が多い上に次回手段を用意しなくてはならず、ドロン号前のカードですらコストが重めであり、かつ破壊以外の耐性は壊滅的にないという性質上、このカード1枚でなんとかなるほど強い効果ではないのです。以上、今回は、
設計図呪文について、小ネタを交えながら紹介してきました。いかがでしたでしょうか？皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。